皆様こんにちは、セリナです。今回は2月1日発売、ジバンシープリズムリーブルグローセラムファンデーションをジバンシー様よりギフティングいただきましたのでご紹介していきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを教えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。ジバンシーの大人気シリーズプリズムリーブルからスキンケアとメイクアップ効果を両立した新作のリキッドファンデーションが登場とのことで、指塗りとブラシ塗りで仕上げた時の違いや人気のクッションファンデーションとの違いも比較しながらご紹介していきますので、少しでもファンデーション選びの参考になれば嬉しいです。こちらのチャンネルでは他にも人気の化粧下地やファンデーションの比較動画やパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューなども行っておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。ジバンシープリズムリーブルグローセラムファンデーション、光操るメイクアップ効果と白層まで届くケア効果を両立。ビスコス受賞のプリズムリーブルから新世代美容液ファンで誕生。プリズムリーブルと同じプリズマティックライトテクノロジーを採用することで、光を操り色ムラや肌悩みをカバーしながら滑らかで透明感あふれる自然な精密や肌へ。使うたびにスキンケアをしたような深い潤いに満ちた肌へと導きます。それでは実際の仕上がりや質感をご紹介していきます。こちらのファンデーションはブラシ塗りもおすすめとのことだったので、まずは半缶ずつ指塗りとブラシ塗りで仕上げてみたいと思います。まずはこちら側に指塗りをしていきます。こちらはスキンケアとファンデーション効果を両立したというだけあって、こんな感じで少量でもかなり伸びが良くて、しっかり肌に潤いを届けてくれる感じがします。伸びはいいですが、適度に肌にピタッと留まってくれる感じもするので、塗りやすさとカバー感を両立していますね。どんな下地と組み合わせても安心して塗りやすいファンデーションだなと思います。一度塗りの時点だとこんな感じです。滑らかで肌にスッと伸び広がってくれますが、適度な膜感があるので、塗るだけで自然に毛穴や凹凸をフラットに整えてくれます。近くで見るとこんな感じで、一度塗りだと透け感が残る自然な仕上がりなので、赤みなどを完全にカバーするという感じではないですが、この時点でも毛穴や凹凸は綺麗にフラットに整っています。そして保湿成分たっぷりの美容液ファンデーションとのことですが、肌の上でもベタつきを全く感じさせないので、しっかり保湿はしたいけれどベタつきが残るのが苦手という方にも安心して使いやすいと思います。もう少し重ねていきたいと思います。指で軽くタップするように重ねていくとこんな感じでファンデーション同士がピタッと密着するので、厚塗り感は出ませんが赤みや色ムラなども綺麗にカバーしていきます。重ねることでカバー力を自在に調整できるタイプですね。気になる部分に何度かしっかり塗り重ねてみました。こちらのファンデーションは色素に頼るカバーではなく光を操るカバー力があるとのことで、重ねていっても重さや厚みは出ないのに自然に光の反射で赤みや色ムラをカバーしてくれているような感じがします。近くで見てもこんな感じで一度塗りの時点とあまり変わらないような厚みが出ていない状態なのに、重ねていけば赤みや色ムラも気にならない程度のミディアムカバレッジに仕上げることができました。塗り心地も乾燥が気にならない程度にしっかり保湿してくれていますが、ベタつきや重さを全く感じさせないので、色素ではなく光を操ってカバーしている感じが重さを感じさせないポイントなのかなと思いました。重ねていってもツヤはとても穏やかで肌に溶け込むような精密や仕上がりです。では反対側にはブラシを使って塗っていきたいと思います。まずファンデーションを顔にのせてずっと伸ばすようにカバーしていきます。厚みや重さを感じさせないタイプなので、ブラシ塗りをするとより素肌っぽい自然な仕上がりになります。少量でもしっかり伸びてくれるので、厚塗り感が苦手な方にはブラシ塗りもすごくおすすめですね。
はい、こちら側はブラシ塗りで仕上げてみました。ブラシ塗りをすると、より素肌の透け感が残るのと、立体的な自然なツヤ感がアップしているように感じます。近くで見るとこんな感じで、ブラシ塗りの自然な透け感がわかりやすいと思いますが、やはりこちらも毛穴や凹凸は綺麗にフラットにカバーしてくれているので、毛穴や凹凸はカバーしたいけれど、厚塗り感がない自然なツヤ肌に仕上げたいという方は、ブラシ塗りもとてもおすすめだなと思います。マップで比較するとこんな感じの違いです。香りについては、ジバンシーのベースメイクに共通しているフレグランスのような香りが少し強めに感じられます。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見ても厚塗り感がない素肌っぽい仕上がりなのに、毛穴や凹凸を全く感じさせないつるんとした肌に仕上がっているのがわかりやすいと思います。そして外の光で見ると、より光の反射で綺麗にカバーしている感じがわかりやすいかなと思いました。比較をすると、指塗りの方がツヤを抑えた仕上がり、ブラシ塗りの方が素肌っぽさがあり、よりつるんとした滑らかなツヤを感じやすい仕上がりだなと思います。続いて、こちら側に新作ファンデーションを指塗りした状態のまま、反対側にはジバンシーの人気クッション、プリズムリーブルスキンケアリンググロークッションを塗って、それぞれの違いを比較してみたいと思います。こちらのクッションは昨年発売されて、ツヤの感じがとても綺麗で人気になったアイテムです。クッションタイプなのでパフでつけているという違いもあると思いますが、こちらの方が一塗りでもしっかり赤みや色ムラもカバーする感じがします。はい、こちら側には新作塗りキット、反対側には人気のクッションをそれぞれ何度かしっかりと塗り重ねて仕上げてみました。どちらも滑らかなツヤがとても綺麗ですが、比較をすると新作のリキッドの方が肌に溶け込むような自然なセミツヤ仕上がり、クッションは張りを感じるようなピンと張ったツヤ感が出ている感じがします。そして近くで見るとこんな感じで、どちらも同じくらい毛穴をきれいにカバーしてくれていますが、新作のリキッドは毛穴や凹凸を滑らかに整えてカバーしているのに対して、クッションは滑らかなクリームテクスチャーで毛穴や凹凸を埋めてカバーしてくれているような感じがします。そしてカバー力も結構違いがあって、クッションも厚塗り感が出ないミディアムカバレッジですが、比較をするとリキッドよりもさらに赤みや色ムラを補正する力が強いなという印象です。マップで比較するとこんな感じの違いです。そしてどちらも同じくらいしっとりしていて、乾燥が気になる肌状態でも伸ばしやすいですが、肌表面を触った感じは、クッションは肌表面にも保湿感が残っている感じがしますが、新作リキッドは重さやベタつきを全く感じさせないので、軽やかな塗り心地が好きという方はリキッドが特におすすめかなと思います。香りについては、香りの種類、強さともにどちらも同じくらいです。そしてカラーについてですが、今回新作のリキッドは標準色よりも一つ明るい 1N というカラーをいただきましたが、クッションは標準色とされている 2N120 というカラーを使用しています。比較をすると若干リキッドの方が明るい感じはしますが、リキッドが明るすぎると感じることもなく、そこまで大きな違いがありませんでした。やはりリキッドは色素に頼るカバー力ではなく、光を操るカバー力があるので、首から浮く感じも気にならなくて、普段使っているファンデーションよりも一つ明るめのカラーを選んでも使いやすいんじゃないかなと感じました。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見るとよりそれぞれの仕上がりの違いがわかりやすいと思います。サーダーっぽさを残しつつも毛穴や凹凸を感じさせない自然な肌に仕上げたい方は新作リキッドがおすすめ。適度なカバー感と張りを感じるツヤ肌に仕上げたい方はクッションがおすすめかなと思います。それではこの上にプリズムリーブルの00番をパフで塗っていきたいと思います。ではこの状態のまま4時間ほどマスクで過ごして、薬方にどんな感じの違いがあるのか見ていきたいと思います。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じでした。どちらも塗りたての時のままの高い保湿力をキープしてくれて、塗っている間もパサついたり乾燥する感じは気にならなかったです。
そしてやはり新作のリキッドファンデーションの方が塗りたてからベタつきを全く感じさせなかったからか、テカリも最小限に抑えてくれていると思います。近くで見るとこんな感じで、どちらもマスクの摩擦による崩れには少し弱い印象ですが、皮脂とファンデーションが混ざって薄くなってしまうこともなく、特に新作のリキッドファンデーションは軽やかな肌っぽさは残したままちゃんとカバー力を保ってくれているところがすごく優秀だなと思います。アップで比較するとこんな感じの違いです。そして肌表面を触った感じは、やはり新作のリキッドファンデーションは小鼻の横もベタつきを全く感じなかったので、高い保湿成分が入っている美容液ファンデーションの中でもベタつきを最小限に抑えたアイテムを探しているという方にかなり使いやすいんじゃないかなと思います。はい、ではこんな感じで2月1日発売、ジバンシーの新作リキッドファンデーションをご紹介していきました。サーダのような軽やかな塗り心地と仕上がりなのに、毛穴や凹凸をきれいにカモフラージュしてくれるところや、高いスキンケア効果があるのに肌表面のベタつきを気にせずに過ごせるところがすごく優秀だなと思いました。気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。